皆さんこんにちは。卓球ルール解説チャンネルへようこそ。ケンジです。こんにちは。アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日の動画はいつにも増してものすごく深くて濃い内容だと聞いていますよ。そうなんです。今日は日本卓球ルール包括的調査分析レポート、基本構造、特殊規定、ラリー判定、用具規格、改定背景から国内運用の実態まで、副題としてメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実という極めて本格的な調査レポートをもとに、卓球ルールの真実に徹底的に迫っていきます。卓球って普段テレビや動画で見ていると、サーブを打ってラリーをして11点取ったら1ゲーム獲得っていう一見するとシンプルなスポーツに見えますよね。でも実はルールブックを紐解くとめちゃくちゃ深くて複雑なんですよね。まさにその通りです。国際卓球連盟、いわゆる ITTF が定めるハンドブック、ITTF スタチューツや公益財団法人日本卓球協会 JTTA が制定している国内競技規則には、一見するとそんなことまで細かく決まっているのと驚くようなマニアックな規定や物理的な数値基準がたくさんあるんです。例えばどんなルールがあるんですか？例えばラケットの木材の割合やラバーの厚さを 0.01 ミリ単位で計測する制限、試合が長引いた時に強制的にカウント方式が変わる特殊なルール、さらには手が滑って手から離れたラケットでボールを打ち返した場合とどう判定されるのかといった現場の審判員泣かせの精密な判定基準まで全て明確に規定されているんですよ。へえ、ラケットを投げちゃった時のことまでルールにあるんですか？それは気になります。そうでしょう。今回の動画では卓球の基本的な試合構成から知る人ぞ知る特殊規定、ラリー中のミリ単位の判定基準、用具の厳格な規格、そしてなぜ今まで何度もルールが改正されてきたのかという歴史的な背景や日本の現場で起きているリアルな課題まで丸ごと分かりやすく解説していきます。初心者の方から日頃部活動やクラブチームで練習に励んでいるプレイヤー、指導者や審判の方まで全ての卓球ファン必見の内容ですね。はい、視聴者様にとって卓球観戦やプレーが100倍面白くなるような発見をお届けしますので、ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。それでは早速詳しく見ていきましょう。ケンジさん、まずは今回のレポート全体を通して特に注目すべき重要な発見や見どころについて詳しく教えていただけますか？わかりました。このレポートのエブジェクティブサマリーとして、まず全体のハイライトとなるポイントをいくつか提示しておきましょう。細かい解説に入る前に全体像をつかんでいただくためです。全体像ですね。どんな発見があるのかワクワクします。まず一つ目の大きな発見は、卓球のルール改定は単なるマナーや技術の整理ではなく、メディア露出とテレビ放送の時間枠、タイムスロットに適合させるための歴史だったという点です。テレビ放送のためですか？そうなんです。かつては21点制でボールも小さく、サーブを体や腕で隠して打つ隠しサーブが横行していました。しかしそれではテレビで見ている観客にボールが見えず、一発で決まってラリーが続かない。さらに試合時間が予測不能で放送枠に収まらないという問題があったんです。そこで2000年以降にボールの台形化、11点制の導入、隠しサーブの禁止、さらにはプラスチックボールへの移行やカラーラバーの解禁といった怒涛の改革が行われました。なるほど。観客や視聴者様が見て楽しめるようにルールが変わってきたんですね。2つ目の発見は、用具のミリ単位、パーセント単位の厳格な物理規格と違法加工への厳しい取り締まりです。ラケットのゴム、つまりラバーの厚さはスポンジや接着剤も含めて 4.0 ミリ以下と厳密に決められていて、ブレードの木材も 85% 以上が天然木材でなければなりません。かつて大問題となった有機溶剤入りスピードグルーの禁止や高加工の補助剤、いわゆるブースターの取り締まりなど、用具の裏には激しい技術とルールのいたちごっこが存在するんです。4.0 ミリをほんの少し超えただけで失格になっちゃうこともあるんですよね。恐ろしい。そして3つ目の発見は、精密すぎるラリー判定の基準と現場の審判における課題です。例えば、ラケットを握っている手の手首より先に当たったボールはセーフ。1回のスイング内なら2度打ちも合法。台の角であるエッジならセーフだけど、垂直側面のサイドならアウトなど、超高速の攻防の中で下される判定には明確な物理的定義があります。でも毎秒100回転以上で飛んでくるボールが台の角の上面に当たったのか側面に当たったのか探しても人間の目で見分けることができるんですか？そこなんです。トップレベルの大会ではビデオ判定システム TTR、テーブルテニスレビューが導入されていますが、
地方大会や一般の現場では目視に頼るしかなく、さらに相互審判などではルールの誤解や判定をめぐるトラブルが絶えないという運用の二極化が課題になっています。なるほど。基本的なルールから現場のリアルな悩みまで知れば知るほど深い世界ですね。それではここから一つ一つの項目をじっくり深掘りしていきましょう。さて、ここからはまず卓球競技ルールの基本体系と構造から詳しく見ていきましょう。最初はゲームやマッチがどうやって構成されているかという点です。卓球の試合って11点取ったら1ゲーム獲得というのは知っていますが、延長戦デュースの仕組みはどうなっているんですか？そうですね。基本は11点先ですが、両者の得点が10対10になった場合はデュースと呼ばれ、どちらかが先に2点差をつけるまでゲームが継続されます。例えば12対10、13対11、15対13といった形ですね。理論上は2点差がつくまで上限なく無限に続きます。2点差がつくまでのヒリヒリ感、関係としてすごく緊張しますよね。では、1試合で何ゲーム行うんですか？公式大会では主に5ゲームマッチ、つまり3ゲーム先取した方が勝ちとなる試合や、7ゲームマッチ、つまり4ゲーム先取した方が勝ちとなる試合が多く採用されますね。トーナメントの規模やラウンドによって使い分けられていますね。なるほど。サーブの交代はどういう順番で行われるんですか？サービスは基本的に2ポイントごとに交代します。A 選手が2回サーブを打ったら、次は B 選手が2回打つという流れですね。ただし、得点が10対10のデュースに到達した後は、緊張感を高めるため1ポイントごとにサービスが交互に変わります。デュースになると1本交代になるんですね。1本の重みが格段に違ってきますね。そして見逃せないのがダブルスにおけるサービスのルールです。ダブルスではコートの右半分、右側サービスエリアから相手の右側サービスエリアへ対角線上にサーブを打たなければなりません。そして2ポイントごとにサービスが変わる際、直前にレシーバーだった選手が次のサーバーになり、直前にサーバーだった選手のペア、パートナーが次のレシーバーになるという回転システムが決められています。あ、ダブルスって打つ順番だけじゃなくて、サーブとレシーブの順番もカチッと決まっているんですね。そうなんです。この順番を間違えると反則になってしまうので、審判も選手も常に点数と回転順を意識しているんですよ。続いてはコートの交代やタイムアウト、タイムゲームの休憩時間など選手たちの行動制限についてですね。はい、まずはコートを交代するチェンジエンドの規則から解説します。ゲームとゲームの合間には必ずお互いにコートを交代します。それは知っています。でも最終ゲームの時ってゲームの途中で急にコートを変えますよね。あれは何点になった時でしたっけ？よく気づきましたね。5ゲームマッチの第5ゲーム、あるいは7ゲームマッチの第7ゲームといった最終ゲームにおいては、どちらかの選手が先に5点に達した時点で即座にチェンジエンドを行います。5点なんですね。やっぱり最終ゲームで5点になったらチェンジエンドした気分になりますもんね。でも6という数字も大事ですよね。そうなんです。卓球では6という数字が大きな節目になっているんです。実はこれ、次に説明するタオル拭きのタイミングとも深く関係しているんですよ。タオルで汗を拭くタイミングにもルールがあるんですか？いつでも拭いちゃいけないんですか？そうなんです。自由には拭けません。タオル拭きが許されるのは各ゲーム開始後、両者の合計得点が6の倍数に達した時点だけなんです。6の倍数ということは、例えば3対3合計6点、4対2合計6点、6対0合計6点の時や、9対3合計12点、10対8合計18点といったタイミングですね。それと先ほど言った最終ゲームの6点でのチェンジエンド時だけです。へえ、合計点が6の倍数にならないと汗を拭いちゃいけないなんてものすごく厳密ですね。試合のテンポを崩さないための工夫消化。まさにその通りです。選手が意図的に時間を稼いだり、相手の集中力を切らせたりするのを防ぐために時間を制限しているんです。さらにゲーム間の休憩は最大1分間。そして選手や監督が試合中に取れるタイムアウトは1マッチにつき1回のみで1分以内と定められています。タイムアウトは1試合で1回だけ1分間なんですね。ここぞという勝負どころで使う監督の判断も試されますね。そうですね。卓球は非常にテンポの速いスポーツですから、こうした時間制限や行動制限がしっかり機能することで引き締まった試合展開が生み出されているんです。ケンジさん、レポートの第2章にある促進ルールについて教えてください。私あまり聞いたことがないのですが。出ましたね、促進ルール。英語ではエクスペダイトシステム。これは卓球のルールの中でも最もマニアックでドラマチックな特殊規定の一つです。どんなルールなんですか？
簡単に言うと、試合時間が過度に長期化するのを防ぎ、選手や観客の負担を軽減するために、強制的にカウント方式を変えて試合を終わらせる超特殊なシステムです。強制的に？どういう条件で発動するんですか？発動条件は主に2つあります。1つ目は1つのゲームが始まってから10分間が経過してもゲームが終わらない場合です。ただし、両者の合計得点が18点以上、つまり9対9以上になっている場合は発動しません。10分経っても決着がつかない時ですね。2つ目の条件は2つ目は10分経っていなくても両方の選手が合意して審判員が承認した場合です。カットマン同士の試合など超ロングラリーが続いて試合が終わらないことが予想される時に使われます。へえ。で、促進ルールが発動するとどうなるんですか？ここからがすごいですよ。まずサービスが2ポイントごとではなく1ポイントずつ交互に変わります。そしてサーバーがサーブを打った後、レシーバーがボールを13回正しく返球した場合、その時点でレシーバーに1ポイントが与えられるんです。13回返されたらサーバーの負けになっちゃうんですか？そうなんです。そのため審判員とは別にストロークカウンターという専用の役員がつき、レシーバーが打ち返すたびに1、2、3と大声で返球回数をカウントするんです。13といった瞬間にレシーバーの得点になります。すごい。じゃあサーバー側は13回返される前に攻め切って点を取りに行かなきゃいけないわけですね。その通りです。守り勝つスタイルの選手に対して攻めざるを得ない状況を作るわけですね。ちなみに一度促進ルールが発動すると、そのマッチの以降のゲームはすべて最初から促進ルールが適用されることになります。なるほど。卓球が泥沼の長引く試合にならないように、こんな強力なルールが用意されているんですね。次は選手の服装や試合会場の設備に関するルールですね。服の色にも決まりがあるって本当ですか？本当ですよ。アパレル規定で最も重要なのは、使用されるボールと明らかに異なる色のウェアを着なければならないという点です。現在使われているボールって主にホワイトですよね。ということは真っ白なユニフォームは着ちゃいけないんですか？その通りです。白のウェアを着てしまうと、相手選手から見てボールとウェアが重なって視認性が著しく落ちてしまいますよね。そのため相手のプレーを妨げない色でなければなりません。さらにあまりに視認性が高すぎる蛍光色や強い光沢のある素材も制限対象になります。なるほど。相手への配慮とフェアプレーのためなんですね。ゼッケンについてはどうですか？日本国内の公式大会、つまり JTTA が主催・共催する大会では、その年度に登録された正規の JTTA ゼッケンをウェアの背中に正しく着用し、四隅を固定しなければなりません。また、ウェアにプリントできるメーカーのロゴやスポンサー広告のサイズ、個数、表示位置も平方センチメートル単位で厳しく指定されています。広告の大きさまでミリ単位で決まっているなんて驚きです。では会場の広さや明るさにも規格はあるんですか？もちろんです。競技エリア、専門用語でプレイグラウンドと呼ばれますが、全国大会や国際大会では卓球台1台あたり横7メートル×奥行き14メートル×高さ5メートル以上の空間をフェンス、仕切りで区切って確保することが義務付けられています。14メートルも奥行きがあるんですか？テレビで見ると狭そうに見えますけど、かなり広々とした空間なんですね。カットマンの選手が台から何メートルも下がって返球できるようにするためですね。さらに照度、明るさも重要で、トップレベルの大会では卓球台の高さで1000ルクス以上、世界選手権クラスだと1500ルクス以上が必要です。しかも台の上のどこでも影ができず、均一な明るさでなければならないと規定されています。光のムラすら許されない競技環境。プロの現場って本当に精密に作られているんですね。ケンジさん、昨今だとイエローカードやレッドカードがありますけど、卓球にもカードってあるんですか？あります。卓球でも審判員が選手に対してカードを出してペナルティーを課すカードシステムが厳格に運用されていますよ。卓球でカードが出されるのを探してでも、どんな行為をした時ですか？例えば感情的になって卓球台やネットを拳で叩く、ボールを遠くに蹴り飛ばす、大声で不適切な暴言を吐く、指示が禁止されているタイミングでコーチが身振り手振りを交えて指導・コーチングするといった不法な行為ですね。なるほど。マナー違反やスポーツマンシップに反する行為ですね。カードが出るとどういう段階で罰則が重くなっていくんですか？ここが卓球独特で面白いところなんです。まず選手が最初に違反行為をした場合、主審はイエローカードを提示して初回警告を与えます。この時点ではまだペナルティ、失点はありません。最初は警告だけなんですね。でも2回目以降はどうなるんですか？ 2回目の違反をすると、主審はイエローカードとレッドカードを同時に提示します。このイエロープラスレッド1回目が出されると、なんと相手選手に1ポイントが与えられます。
相手にポイントが入っちゃうんですか？そうなんです。さらにそれでも反省せずに3回目の違反、レッドプラスイエロー2回目を行うと、今度は相手選手に2ポイントが付与されます。一気に2点も相手に入るんですか？そうです。そしてそれ以上の悪質な行為が続いた場合や極めて重大な違反があった場合は審判長が呼ばれ、その試合の失格処分、退場が言い渡されます。イエロー、1点与える、2点与える、失格というステップなんですね。試合中の1点2点って命取りになりますから、選手にとってはカードをもらうことが直接的な大ダメージになりますね。まさにその通りです。だからこそ選手は激しい感情をコントロールする精神力も求められるわけですね。ここからは第3章、ラリー中の精密な判定基準についての解説ですね。審判の方やプレイヤーが一番知りたいところじゃないでしょうか。はい。まずは何をもって正しい打球、リターンとするかという定義から深掘りしていきましょう。美咲さん、ラケットハンドという言葉を知っていますか？ラケットハンド、ラケットを持っている方の手のことですよね。正解です。ルール上、打球はラケットの本体、基部やラバーだけでなく、ラケットを握っている手の手首より先に当たった場合も全て合法な正規のリターンとみなされるんです。手首より先ってことは、指とか手の甲に当たって相手コートに入ってもセーフなんですか？そうなんです。例えば相手の強烈なドライブボールがラケットを握っている自分の人差し指に当たってポロッと相手コートに入ったとしますよね。あれは反則ではなくプレイ続行、セーフなんです。指に当たってもいいんだ。じゃあ手首より上の腕や肘に当たったらどうなるんですか？手首より上、つまり前腕や肘、肩や胴体に当たった場合は身体への接触、ハンドアウトとなって失点になります。境界線は手首なんです。へえ、手首より先かどうかが運命の分かれ目なんですね。そしてもう一つよく議論になるのが二度打ち、ダブルヒットです。昔はカコンと2回音がしたら即反則だったイメージがありませんか？あります。2回当たったら2度打ちでアウトって教わりました。実はそれ2010年のルール改定で大きく変わったんです。現行ルールでは1回の連続したストローク動作、スイングの中で意図せずボールが指とラケット、あるいはラケットの2箇所に連続して当たった場合は、なんと合法、有効な打球とされるんです。2度打ちしてもセーフなんですか？1回の振りの中でアクシデント的に2回当たっただけならセーフなんです。ただし、1回当たった後意図的にスイングを止めてもう1回振って打ったような、明確に2回のストローク動作を行った場合は、不法な2度打ちとなって失点になります。なるほど。1回のスイング動作かどうかが判定の基準になっているんですね。昔のイメージのまま、今2度打ちしたでしょってアピールしちゃうと、ルール誤解になっちゃうわけですね。続いてのラリー判定ですが、ケンジさん、冒頭で言っていたラケットを手から離して打つのはどうなんですか？気になりますよね。例えば届きそうにないボールに対してラケットを投げてボールに当てて相手コートに入れたとします。漫画みたいですけど、それはセーフですか？結論から言うと絶対にアウト、失点です。ルールでは打球の瞬間必ずラケットハンドでラケットを保持していなければならないと定められています。手が滑ってラケットが手から飛んでいき、空中や床の上でボールに当たった場合はその時点で反則、失点となります。やっぱりダメなんですね。ちゃんと手で握っていないとダメだと。そうです。そして卓球の判定で一番揉めるポイントといえば、そう、エッジボールとサイドボールの判定です。台の角ギリギリに入った時の判定ですね。上がったらエッジでセーフ、横に落ちたらサイドでアウトみたいな感覚がありますけど、正確なルールはどうなっているんですか？レポートの対比表をもとに正確な物理定義を説明しましょう。卓球台の上面の縁、角を含むにボールが触れた場合はエッジとなり、正規のリターンとしてセーフになります。角に少しでも触れていればエッジなんですね。そうです。エッジに当たるとボールは上方あるいは横方向に不規則に跳ね上がることが多いです。審判員はボールの跳ねる軌道を見て判断します。一方、卓球台の垂直側面、サイド面に当たった場合はサイドとなり、打球者の失点になります。台の横の壁に当たった場合はアウトなんですね。そうなんです。ここで注意したいのは、サイド面に当たって上に跳ね上がったように見えても、触れた場所が垂直側面である限りはサイド、アウトだという点です。上面の塗り線の端っこ、まさに一番上の角に1ミクロンでも触れていればエッジ、セーフですが、側面ならどれだけ跳ね上がってもサイドなんです。人間の目で見極めるのは極限の判定ですね。角の上面か側面か、まさにミリ単位の物理判定なんですね。
次に、ラリー中に選手が卓球台に触れてしまった時のルールについて教えてください。手をついたり、体がぶつかったりすることってありますよね。ありますね。ここにも非常に明確で厳密な基準が存在します。まずキーポイントとなるのがフリーハンドです。フリーハンドというのはラケットを持っていない方の手のことですね。その通りです。インプレー中にこのフリーハンドの手首より先が卓球台の競技面上面に触れた瞬間、即座に失点となります。手のひらや指が台の上にちょんと触れただけで即アウトですか？即アウトです。台の上に手をついて体重をかけながら打つような行為を防止するためですね。じゃあここで美咲さんにクイズです。フリーハンド以外の身体や服、あるいはラケットが卓球台に触れてしまった場合はどうなると思いますか？身体や服が台に触れたら、やっぱり失点ですか？実は卓球台がわずかでも動かなければ反則にはならないんです。台が動かなければセーフなんですか？そうなんです。例えばお腹や太ももが台の端に擦れたり、ラケットが台に触れたりしても、台の位置が視認できるレベルで移動していなければプレー続行、セーフなんです。ただしその接触によって台が動いてしまった場合は、台の移動、ムービングザテーブルという反則になり、即失点となります。へえ、フリーハンドは触れただけでアウトだけど、身体や服は台が動いたかどうかが基準になるんですね。知りませんでした。面白い違いですよね。あともう一つ、ネットや支柱、ネットアセンブリへの接触ですが、こちらはインプレー中に身体、服、持ち物、ラケットのどれが触れても、触れた理由にかかわらず即座に失点になります。ネットに触れるのは一発アウトなんですね。フリーハンド、身体、ネットでそれぞれ判定の基準が違うなんて、すごく合理的に計算されたルールですね。ケンジさん、たまにプロの試合でネットの横を通って相手のコートに入れるすごいプレーを見かけることがありますけど、あれってルール上ではどうなっているんですか？あれはネットサポートの外側を通る返球ですね。結論から言うと完全なセーフ、正規のリターンです。ネットの上を越えなくてもいいんですか？いいんです。打球がネットを支えている支柱の外側を通り、ネットの高さより低い位置を飛んで相手コートの上面にバウンドすれば見事な正規のリターンになります。すごい。ネットの横から回り込んで台に入れるなんて最高にかっこいいプレーですけど、ルール的にも認められた素晴らしい技術なんですね。さらにマニアックな例を挙げると、ネットと支柱の間にわずかな隙間がある場合、そこを通って相手コートに入ってもセーフになります。隙間を通ってもセーフ。まさに隙間同士ですね。続いて、ダブルスのラリー規定についても教えてください。ダブルスではサービス・レシーブが終わった後、ペアの2名が必ず完全交互にボールを打たなければなりません。A1 さん、B1 さん、A2 さん、B2 さん、A1 さんという順番ですね。もし同じ人が2回連続で打っちゃったらどうなるんですか？その瞬間、相手のポイント、失点になります。シングルスなら今の取れたのにという場面でも、ダブルスでは自分の順番じゃなければ手を出しちゃいけないんです。ペアとの行き合わせ方や打った後の動線移動がどれだけ大事かがわかりますね。もしダブルスでサーブやレシーブの順番を間違えたままラリーが始まっちゃったらどうなるんですか？後から気づいたらそのポイントはやり直しですか？それとも反則負け？それすごく大事な質問です。万が一誤った順序でサービスやレシーブが行われてラリーが進行した場合、誤りが発覚した瞬間に審判員はレッド、中断を宣告します。中断するんですね。はい。探知した時点の得点を維持したまま、本来サービスやレシーブを行うべき正しい順番に修正してプレーを再開します。じゃあ間違えて打っていた過去のポイントはどうなるんですか？遡って取り消されたりするんですか？ここがポイントです。発覚する前に完了した過去のラリーで得たポイントは全て有効としてそのまま維持されます。遡ってペナルティ失点になることはありません。よかった。過去に遡って没収されるわけじゃないんですね。気づいた時点で正しく修正してやり直すと。そうなんです。そしてレッドという言葉が出ましたが、これはラリーの無効、打ち直しを意味します。どんな時にレッドになるか覚えていますか？サーブがネットに当たって相手コートに入った時ですよね。その通り。それ以外にもインプレー中にプレイヤーの力では防げないアクシデントや障害が発生した時にレッドになります。例えば隣のコートからボールが転がり込んできた時、フラッシュ撮影による妨害、ラリー中にボールが割れた時、選手の緊急な傷病事態などですね。なるほど。公平な条件でプレーできないトラブルが起きたら、一旦ストップしてレッド打ち直しにするわけですね。ルールがしっかりと選手を守っているんですね。さあ、ここからは第4章、ファンやプレイヤーお待ちかねの用具基準の深い解説に入っていきましょう。卓球ってラケットやラバーの制限がめちゃくちゃ細かいんですよね。はい。
卓球は用具の物理的な特性がボールのスピードや回転量にダイレクトに影響するスポーツです。だからこそ用具の規格が極めて精密に定められています。まずはラケットの木材部分、ブレードの規格から見ていきましょう。ラケットの板ですね。どんなルールがあるんですか？最大の基本ルールが天然木材 85% ルールです。ブレードの全体の厚さのうち 85% 以上は天然の木材で構成されていなければならないと決まっています。プラスチックや金属だけで作ったラケットはダメなんですか？ダメなんです。100% カーボンで作ったラケットなどは公式戦で使えません。必ず 85% 以上は本物の木でなければいけないんです。卓球という競技の根幹にある打球感や打球音、そして極端な飛びすぎを防ぐための重要な規定ですね。なるほど。でも最近のラケットってカーボン入りとか特殊素材入りってよく聞きますよね。あれはどういうことなんですか？鋭いですね。残りの 15% の範囲内で補強層としてカーボンファイバーやグラスファイバー、アラミド、ケブラーといった特殊素材を内部に挟み込むことが許可されているんです。なるほど。でもその特殊素材の厚みにも制限があるんですよね。もちろんです。特殊素材の層の厚さはブレード全体の厚さの 7.5% 以下、または 0.35 ミリ以下のいずれか小さい方でなければならないと規定されています。 0.35 ミリ以下？髪の毛数本分くらいの薄さじゃないですか。まさに超極薄のシートですね。これを破ると不合格になります。ちなみにラケットの大きさ、形状、重量には法律上の上限や下限はありません。うちわみたいに巨大なラケットを作ってもルール上は違反ではないんです。ただし表面は平坦かつ硬質でなければならないという条件がついています。へー、形は自由だけど木材 85% 以上と特殊素材 0.35 ミリ以下という数値ルールは絶対守らなきゃいけないんですね。ブレードも板厚が均一で平坦であることもボールの規則的な跳ね返りを担保するために絶対に譲れない基準なんだと分かりました。続いてはラケットに貼るゴム、ラバーの規格ですね。はい、ラバーの規格で絶対に覚えておかなければならないのが最大厚さ制限 4.0 ミリ規定です。 4.0 ミリ。ラバーの厚さが4ミリを超えちゃいけないんですね。そうです。この 4.0 ミリというのは表面のゴム、トップシートだけでなく下のスポンジ層、そしてラケットに貼り付ける接着剤の層まで全て含めた総圧です。接着剤の厚みまで含めて 4.0 ミリ以下にしなきゃいけないんですか？そうなんです。だからラバー自体が 3.9 ミリあっても接着剤を分厚く塗りすぎると 4.01 ミリになってしまってアウト、失点、使用不可になるんです。わあ、選手や用具担当の方にとってはまさにミリ単位の緊張感ですね。そして最近話題になったカラーラバーについても教えてください。2021年10月から解禁されたカラーラバーですね。従来の卓球は片面が赤、もう片面が黒と決まっていました。しかしルール改定により片面は必ず黒という条件を守れば、もう片面は赤以外にブルー、グリーン、ピンク、バイオレット、紫の4色が使えるようになったんです。カラフルで可愛いですよね。ピンクやブルーのラバーを使っている選手を見ると華やかだなと思います。そうですよね。ビジュアル的にも新しさがあります。ただしラバーの光沢度、反射率は相手の視界を妨げないように 24% 以下に抑える規定があったり、ラケットの縁からのはみ出しは2ミリ以内でなければならなかったり、グリップの根元は指が触れる部分として2センチ以内の余白、木目の露出しか認められないなど細かい重複精度が求められます。さらに ITTF や JTTAA の公認刻印が切り取られずに見える状態で貼られていないと大会で使えないんですよね。見た目は華やかでも品質と精度管理は徹底されているんですね。そうなんです。特にラバーの公認刻印、ITTF マークやメーカーロゴ、型番が見切れてしまったり潰れて見えなくなったりすると、どんなに新品でも公式戦では公認外用具として失格になってしまうので、貼り付き作業には職人技のような精密さが求められるんですよ。ケンジさん、レポートの第4章の最後にスピードグルー全面禁止やブースター誤加工禁止と書いてありますけど、これはどういうことですか？これは卓球界の用具における歴史的な大事件に関わるお話です。かつて卓球界では試合直前にスピードグルーという有機溶剤入りの接着剤をラバーに塗るのが当たり前でした。それを塗るとどうなるんですか？化学物質の作用でスポンジが激しく膨張してボールのスピードと回転量が劇的にアップしたんです。しかしその有機溶剤
VOC から発生するガスが人体に有害であり、選手の健康被害が懸念されたこと、また会場内に凄まじいシンナー臭が充満して環境的にも危険だったことから、2008年に全面的に禁止となりました。健康と安全のために禁止されたんですね。現在はどうやってラバーを貼っているんですか？現在は有害なガスが出ない無溶剤水性接着剤や接着シートのみが使用可能です。しかしその後も出荷後のラバーにオイルなどの膨張剤、ブースターを塗って飛距離を伸ばすという違法な固加工を行う人が後を絶たず、厳しく規制されています。裏でズルをしようとする人とルールで取り締まる側の戦いなんですね。そうなんです。そのため公式大会の現場ではラケット検査、検量が厳密に行われています。RAE で VOC 濃度測定、ダイヤルケージで総圧 4.0 ミリチェック、光沢度計で表面薬品塗布チェックなどを実施しています。0.01 ミリ単位で測定するダイヤルゲージまで登場するなんて、卓球の道具チェックって科学実験並みに精密なんですね。まさに科学実験室です。審判長や用具検査員が暗室のような専用検査ブースで一台一台厳密に測定を行い、パスしたラケットにのみ合格シールが貼られるという徹底ぶりなんですよ。ここからは第5章、近年のルール改定の背景と意図についての解説です。ケンジさん、昔の卓球と今の卓球ってルールがかなり違っているんですよね。ガラリと変わります。レポートの歴史的改定事項対比表を見ながら大きな改定の歴史を振り返ってみましょう。2000年のボール台経過 38mm から 40mm、2001年の11点制導入、2002年の隠しサーブ禁止、2014年のプラスチックボール移行、2021年のカラーラバー解禁や衛生制限などですね。わあ、こうやって並べてみると2000年からの約20年でめちゃくちゃ変わっていますね。そうなんです。例えば2000年のボールの台経過。昔は直径 38mm だったボールが 40mm に大きくなりました。たった2ミリ大きくなっただけで何か変わるんですか？大違いです。空気抵抗が増えてボールのスピードと回転数が落ちたんです。その結果、一発で決まることが減ってラリーが続くようになり、テレビで見ている視聴者様にとってもボールが見やすくなったんですよ。探してでも2001年には21点制から11点制になったんですね。21点制だと1試合に40分から1時間以上かかって終わりが見えず、テレビの番組枠に収まらなかったんです。11点制にすることで試合展開がスピーディーになり、一転してスリリングな放送コンテンツになりました。さらに2014年のプラスチックボール以降も、セルロイドが可燃性危険物で飛行機に持ち込めないという物流問題の解決が大きな理由でした。ルール改定の意には常に社会環境への適応とテレビやメディアでどう見せるかという視点があったんですね。テレビや配信メディアへの適合というお話がありましたが、最近の卓球大会って会場の雰囲気もすごくかっこよくなっていますよね。そうなんです。国際卓球連盟の商業部門である WTT ワールドテーブルテニスが主導して、卓球の消化エンターテイメント化を推し進めています。黒いフロアにカラフルなライトが当たってまるでライブ会場みたいですもんね。まさにエンタメイベントですよね。WTT では放送時間枠ぴったりに試合を終わらせるため、審判がカウントを始めてから20秒以内にサービスを打たなければならないという20秒ルールを厳格に適用したり、タイムアウトの時間を厳格管理したりと、徹底的にテンポの良さを追求しています。そして日本のプロリーグである T リーグでも独自の面白いルールが試されているんですよね。そうなんです。T リーグは世界の卓球界の中でも非常に先進的でスピーディーな独自ルールを実験導入しています。ビクトリーマッチ VM はマッチカウント2対2の際、11点先取の1ゲーム勝負、しかも6対6スタートで即座に勝負を決めます。6対6スタートの1ゲーム勝負だなんて最初からクライマックスじゃないですか。観客としてはハラハラドキドキして最高のエンターテインメントですね。卓球拾いの時間すら削るマルチボールシステムも相まって、視聴者が画面から目を離す隙を与えない仕掛けになっています。競技としての厳格さを保ちつつ、見ていて退屈しないスピード感を両立させる、現代卓球はそうやって進化を続けているんです。さて、ここからは第6章、日本国内における卓球ルールの運用実態と現場で起きているリアルな課題についてです。はい。レポートの中で非常に興味深い指摘がされているのが、競技レベルによる運用の二極化、二段構造という問題です。運用の二極化、どういう意味ですか？要するに全日本選手権や T リーグ、実業団のトップレベルの大会と地域の市民大会や中大連高大連の普及層レベルとでルールの適用ルールや厳格さに大きなギャップ、運用の壁が存在しているということです。どのような違いがあるんですか？トップレベルでは
RAE やダイヤルゲージを使った厳格な検査があり、サービス規定やカードシステムを2人の公認審判員が厳密に裁きます。一方、草の根レベルでは相互審判やセルフジャッジが多く、トス不足や隠しサーブ、用具チェックが行き届かないグレーゾーンが残りやすいんです。一般の大会だと今のサーブ手前で隠して打ってなかったと思っても、なかなか相手に直接注意しづらかったりしますもんね。そうなんです。国際規格の厳密なルールが存在していても、草の根の現場ではそれを厳密に適用するリソースや審判が足りず、大きな現場ギャップが生まれてしまっているのが実情なんですね。このルールの理想と現場の現実の乖離をどう埋めていくかが今の日本卓球界の大きな課題なんです。健二さん、ここまで卓球のルール体系から用具規格、歴史的改定、探してでも現場の課題までたっぷりと見てきました。ここで第19章として全体のまとめをお願いします。はい、今回のレポートを通して見えてきた現代卓球ルールの本質、それは競技の公平性と厳密性の追求と、観客・配信メディアに最適化されたエンターテインメント性の向上という時に相反する2つのベクトルの両立です。公平に正しく裁くことと、見ている人がワクワクして楽しめること、この両方を追い求めてルールが進化してきたんですね。その通りです。見えないサーブや危険な用具を排除し、誰もが公平に戦える環境を作る一方で、11点制やカラーラバー、WTT や T リーグのテンポ良いルール導入によって、観客や視聴者様を飽きさせない魅力的なスポーツへと進化を遂げました。ルールを知れば知るほど、なぜそのルールが存在するのかという理由や背景がよく理解できました。そうですね。単に反則だからダメと覚えるのではなく、競技の美しさと面白さを守るためにこの規則があるんだと理解することが大切です。選手、指導者、審判員、そしてファン全員がルールの意図を深く理解することで、卓球というスポーツの価値がより一層高まっていくのだと思います。いよいよ最後のパートです。今後の卓球ルールは一体どのように進化していくのでしょうか。今後の展望として最も可能性が高いのは、テクノロジーの積極的な導入による自動判定化です。テニスやサッカーみたいに AI やカメラセンサーが判定してくれるようになるんですか？まさにそうです。現在でも TTR、ビデオ判定は使われていますが、今後は AI を活用したリアルタイムの弾道解析カメラや、卓球台の角に埋め込まれた自動エッジ判定センサー、さらにはトス高度16センチや隠しサーブを自動検知する画像解析システムなどが開発され、人間の目では見極められない判定の自動化が進むと考えられています。AI やセンサーが判定してくれれば、微妙な判定で選手同士が気まずくなったり、審判の方が悩んだりすることも減りそうですね。そうですね。さらに WTT や T リーグの主導によって試合時間をよりコンパクトにするためのルール改定、例えばサーブ間の秒数制限のさらなる厳格化などが進む可能性もあります。卓球という競技は時代に合わせてこれからもどんどん新しく変化していくんですね。はい、私たちプレイヤーやファンも常に更新される最新のルールと記事の背景にある意図を正しく把握して、フェアプレー精神で卓球を楽しんでいきましょう。本当に勉強になりました。ケンジさん、今日は素晴らしい解説をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。